第一小鏡の中の憂鬱。鈴木美咲にとって毎朝の鏡は憂鬱の始まりだった。洗面台に映る自分の顔、眠そうな目、薄い唇、そして何より顔の中心に低く鎮座する鼻。美咲はその鼻が大嫌いだった。指先で鼻筋を少し持ち上げてみる。ほんの数ミリ変わるだけで顔の印象は劇的に華やかになるはずだった。幼い頃に親戚から愛嬌がある花音と言われたことが今も呪いのように心に張り付いている。私が欲しいのは愛嬌じゃない。誰が見ても美しいと思えるすっと通った鼻筋だ。ため息をつきながらメイクポーチを開ける。ハイライトとシェーディングで必死に影を描き高さを偽装する。それは毎朝繰り返される虚しい儀式だった。通勤電車に揺られながら美咲はいつものように SNS を開いた。タイムラインには自信に満ちたインフルエンサーたちの自撮りがあふれている。彼女たちの整った横顔を見るたびに胸の奥がチクリと痛んだ。いいなあ。地味な事務服に身を包み会社と家の往復だけの毎日。もし私が彼女たちみたいに綺麗な顔をしていたらもっと積極的になれたかもしれない。会議で発言する勇気も気になる人に話しかける自信も持てたかもしれない。美咲はずっと自分の人生がパッとしないのはこの花のせいだと信じ込んでいた。そんな時画面の端に表示されたウェブ広告が目に留まった。最新技術であなただけの完璧な鼻にダウンタイムなし、リスクゼロ、ビューティークリニック西園寺。画面の中では劇的な変化を遂げた女性が女神のように微笑んでいる。リスクゼロという言葉が美咲の心を強く揺さぶった。今まで美容整形のサイトを見ては失敗例の画像に怯えて諦めてきたけれど、ここは違うのだろうか。最新技術という響きが今までの常識を覆してくれるかもしれない。美咲は震える指でバナーをタップした。現れたのは洗練されたホームページと自信に満ちた笑顔で腕を組む初老の医師。美は作れる。私があなたの人生を変えてみせます。西園寺霊というその院長の言葉はコンプレックスに濡れた美咲の心にどんな励ましよりも甘美に響いた。気づけば美咲は無料カウンセリング予約のボタンを押していた。心臓が早金を打っている。これは運命かもしれない。長年の悩みと決別し新しい自分に生まれ変わるための最初の一歩。車窓の外を流れる見慣れた街並みが少しだけ色鮮やかに見えた気がした。その一歩が暗い絶望への入り口だとは知らずに。第2章魔法の言葉。週末美咲は緊張した面持ちで都心の一等地にあるビューティークリニック西園寺を訪れた。大理石の床に革張りのソファー、まるで高級ホテルのような内装に圧倒されながらカウンセリングルームへと通された。現れた西園寺院長は写真よりも威圧感があり同時に奇妙なカリスマ性を放っていた。彼は挨拶もそこそこにじっと美咲の顔を値踏みするように見つめた。ふむ、なるほどね。西園寺は大げさにため息をついた。鈴木さん、君は本当に損をしているよ。目は魅力的だし輪郭も悪くない。だけどこの鼻がね。彼は人差し指で美咲の鼻を軽く指さした。この低さと小鼻の広がりが顔全体のバランスを崩している。画量転生を欠くといったところかな。もったいない。長年のコンプレックスを的確にしかも容赦なく指摘され美咲は恥ずかしさで顔を赤くした。そんな美咲の心理を見透かしたように西園寺は身を乗り出し声を一段低くしてささやいた。でも安心していい。私なら直せる。いや、君が想像もしなかったような完璧な美しさを手に入れさせてあげられるよ。西園寺はタブレットでシミュレーション画像を見せた。画面の中の美咲は鼻筋が通り別人のように洗練されていた。まさに夢見ていた理想の姿だ。すごい。これが私？そう、私のパーフェクトノーズメソッドならこれが現実になる。胸が高鳴る一方、ネットで見た失敗例が脳裏をよぎる。でも先生、手術にはリスクがありますよね。腫れが引かなかったり曲がったり遮るように西園寺は大きく笑った。はは、ネットのデマを信じすぎだね。失敗するのは腕の悪い医者がやるからだ。私はこの道30年のプロフェッショナルだよ。私の辞書に失敗という文字はない。西園寺は自信満々に断言した。腫れ？3日もあればメイクで隠せる。曲がる？ありえない。
ミリ単位で計算し尽くしているんだから、はっきり言おう。私の手術にリスクなんて存在しない。100%。君は理想通りの顔になれる。100% リスクはゼロ？ゼロだ。絶対安全。私が保証するよ。医師の口から発せられた絶対という言葉。それは本来ありえないはずだが、藁にもすがる思いの美咲にとって何よりも欲しかった魔法の言葉だった。この人がそう言うなら間違いない。費用はモニター価格で100万円。高いと思うかい？でも一生鏡を見て悩み続けるのと自信を持って生きるのとどっちが得か考えるまでもないよね。100万円。社会人2年目の美咲には大金だが、ローンの書類にサインをする手は止まらなかった。人生が変わる。その言葉を信じたかったのだ。西園寺が書類を取りに退出した隙に、美咲はふと友人の忠告を思い出し、ポケットの中でスマートフォンの録音アプリを停止した。念のためにとカウンセリングの最初から録音していたのだ。この音声が後に自分の運命を左右することになるとはまだ知る由もなかった。第三章期待と痛みの狭間で、手術当日の朝、美咲は極度の緊張で一睡もできないままクリニックへ向かった。手術台の上で西園寺にリラックスして、目が覚めたら生まれ変わっているからと言われ、麻酔に意識を委ねた。次に目が覚めた時、世界は鈍い痛みに支配されていた。痛い。鼻の奥が熱く、脈打つようにズキズキと痛む。顔全体が重く圧迫され、視界が狭い。無事に終わりましたよという看護師の声を信じ、美咲はただ耐えた。それからの数日間は地獄だった。鼻呼吸ができず、口の中はカラカラ。夜中に何度も目を覚ます。3日でメイクで隠せるという言葉とは裏腹に、目の周りには赤黒い内出血が広がり、顔はパンパンに腫れ上がっていた。ダウンタイムは個人差があるから、そう自分に言い聞かせ、1週間後、ようやくギプスを外す日が来た。処置室で西園寺がギプスを剥がす。手渡された鏡を祈るような気持ちで覗き込んだ。期待に胸を膨らませていた美咲の口から漏れたのは、歓喜の声ではなく困惑の吐息だった。確かに鼻は高い。しかし、何かがおかしい。鼻筋が顔の中心から見て、明らかに左に寄っているのだ。鼻先は不自然に尖りすぎて魔女のよう。小鼻の皮膚は引きつり、鼻の穴の形が左右で全く違っていた。先生、これ曲がってませんか？震える声で尋ねると、西園寺はカルテを見ながらそっけなく答えた。それはまだ腫れているからそう見えるだけだよ。完全に馴染むまでには3ヶ月から半年はかかる。でも、明らかに左に、人間の顔なんてもともと左右非対称なんだよ。君の元の骨格の歪みが目立つようになっただけかもしれないね。まあ、様子を見て、西園寺は面倒くさそうに手を振り、次の患者が待っているからと美咲を部屋から追い出した。帰りのエレベーターで、美咲は鏡の中の自分を呆然と見つめた。腫れが引けば治る。きっとそうだ。先生はプロで 100% 成功すると言ったのだから、そう信じなければ心が壊れてしまいそうだった。しかし鏡の中の歪んだ鼻は無言のまま美咲の不安を煽り続けていた。第4章崩れた理想。1ヶ月、2ヶ月、そして3ヶ月。季節が変わっても美咲の鼻の異変は治らなかった。いや、腫れだと思っていたものは明らかに変形だった。鼻筋の左への湾曲は日に日に目立ち、マスクをしていても隠しきれない。鼻の中の組織が癒着しているのか、皮膚が引きつれて常に違和感がある。呼吸もしづらく、片方の鼻の穴はほとんど塞がっていた。もう限界。美咲は会社を休むことが増えていた。同僚たちのあの子、整形失敗したんじゃない？という視線や陰口に耐えられなかったのだ。かつて夢見た自信に満ちた自分どころか、以前よりも深く暗いコンプレックスの闇に落ちていた。意を決して、美咲は再びクリニックを訪れた。今回は引き下がれない。診察室に入ると、西園寺は不機嫌そうに貧乏ゆすりをしていた。先生、3ヶ月経ちました。でも曲がりは治りません。呼吸も苦しくて、美咲が訴えると、西園寺は鼻で笑った。鈴木さん、何度も言わせないでくれ。それは拘縮といって、体が異物に反応して硬くなっているだけだ。自然な反応だよ。でも、先生は絶対成功するリスクはゼロって言いましたよね。こんな状態、成功とは言えません。美咲が声を荒げると、
西園寺の目がすっと細められ、冷酷な光が宿った。成功か失敗かを決めるのは君じゃない。医者である私だ。医学的に見てプロテーゼは定着している。つまり成功だ。君が今の形を気に入らないというのは単なる主観的な好みの問題だよ。好みの問題？息ができないんですよ。だから、それは君の元の顔が歪んでいるからだと言っただろう。自分の素材の悪さを棚に上げて、医者のせいにするのはやめてもらおうか。西園寺の怒鳴り声に、美咲は萎縮した。それにね、これ以上騒ぐなら営業妨害で訴えるよ。看護師によって診察室から出された美咲は、待合室の隅で涙をこらえた。悔しい。信じていた魔法はただの嘘だった。私の顔をこんなにした男は、罪悪感のかけらも持っていない。第5章同意書の壁。数日後、美咲は諦めきれずに、もう一度クリニックに電話をかけた。せめて修正手術をしてほしい。それだけでも頼み込もうと思ったのだ。しかし、受付の対応は冷ややかだった。院長からの伝言です。今後一切の対応は、致しかねますとのことです。そんな一方的すぎます。納得できません。鈴木様、ご契約時に同意書にサインされましたよね。受付の声が威圧的なものに変わった。同意書？はい。術後の経過には個人差があり、多少の左右差や変形が生じる可能性があることを理解し、異議を申し立てないという項目に署名されています。つまり、今の状態も含めて、すべてご自身が納得の上で手術を受けられたということです。これ以上のクレームは契約違反になりますよ。電話は一方的に切られた。ツーツーという電子音が、美咲の耳元で虚しく響く。同意書。確かにサインした。あの時、西園寺の絶対大丈夫という言葉に舞い上がり、ろくに中身も読まずにペンを走らせてしまった。細かい文字の中に、そんな恐ろしい一文が潜んでいたなんて、美咲は引き出しから契約書の控えを引っ張り出した。震える指でページをめくると、確かにあった。大上術後の合併症変形、拘縮などが生じた場合でも、当院はその責任を負わないものとする。その横には、美咲自身の筆跡で署名がある。私が自分で認めたってこと？紙切れ一枚が、重い鉄の扉のように立ちはだかる。西園寺は最初からこの同意書を盾に、逃げ道を用意していたのだ。絶対安全なんて口先だけで、法的にはこの同意書がすべて、100万円の借金を背負い、顔は崩れ、呼吸も苦しい。それなのに文句も言えない。すべては同意した自分の責任。死にたい。部屋の鏡には、醜く歪んだ鼻をした女が、絶望の表情でこちらを見返していた。第6章絶望と孤独。それからの生活は暗闇だった。会社は退職した。マスクをしていても隠しきれない鼻を人に見られるのが怖くなったからだ。失業手当を申請しながら、毎月3万円のローン返済だけは続く。なんで払わなきゃいけないのこんな顔にされたのに、通帳の残高が減るたびに、西園寺への憎しみが燃え上がるが、同意書がある限り、どうあがいても勝てないという無力感に消されていく。美咲は部屋に引きこもった。食事も喉を通らず、痩せこけた方が余計に鼻の歪みを際立たせる。友人からの連絡も無視し、世界から孤立して自分を責め続ける日々。ある深夜、美咲はスマホのデータ整理をしていた。過去をすべて消してしまいたかった。その時、一つの音声ファイルに指が止まる。202X 年月日カウンセリング。あの日、運命が狂い始めた日、消そうかと思ったが、指が勝手に再生ボタンを押していた。でも、安心していい。私なら治せる。私の手術にリスクなんて存在しない。100%。君は理想通りの顔になれる。ああ。ゼロだ。絶対安全。私が保証するよ。静まり返った部屋に、西園寺の自信満々な声が響く。改めて聞くと、その口調はあまりにも軽薄で、詐欺師のそれだった。絶対安全。美咲はつぶやいた。同意書にはリスクを理解したとある。でも、この男は口頭でリスクはゼロだと断言した。書面と口頭、どちらが真実なのか。これ嘘つきってことじゃない。涙が溢れてきた。悲しみではない。悔しさの涙だ。この男は不安な私につけ込み、ありもしない絶対を売りつけた。許さない。美咲の中で消えかけていた気力がかすかに灯った。このまま泣き寝入りして、一生この顔で生きていくなんて嫌だ。同意書がなんだ。この音声データは、あいつの嘘を暴く証拠になるんじゃないか。美咲は涙を拭い、
パソコンを開いた。検索窓に美容整形失敗弁護士と打ち込む。画面の光が美咲の決意に満ちた瞳を照らした。第7章反撃の糸口。翌日、美咲は医療問題に強い神宮寺弁護士の事務所を訪れていた。マスクを外して鼻を見せると、神宮寺は眉を潜めたが、すぐに真剣な表情で話を聞いてくれた。西園寺医師は術後の不具合を私の骨格のせいにし、同意書を盾に対応してくれません。サインしてしまった以上、もうどうにもならないんでしょうか。不安げな美咲に神宮寺は静かに首を横に振った。同意書があるからといって医師の責任が免除されるわけではありません。特に契約時の説明に問題があった場合は、美咲さん、例の録音を聞かせてもらえますか。美咲はスマホを取り出し、あの日の音声を再生した。私の手術にリスクなんて存在しない。絶対安全。私が保証するよ。西園寺の声が流れると、神宮寺の目が鋭く光った。メモを取りながら小さくうなずく。再生が終わると、彼はゆっくり顔を上げた。これはひどい。医師としてあってはならない発言のオンパレードです。美咲さん、これは勝てますよ。本当ですか。ええ、医療行為に絶対はありません。それをゼロだと断言して勧誘するのは、医師法上の説明義務違反であり、消費者契約法における断定的判断の提供にあたります。断定的判断の提供？不確実なことについて、間違いなくこうなると告げることです。これにより消費者が誤認して契約した場合、その契約は取り消せます。つまり、あの同意書は無効にできる可能性が高い。鉄壁に見えた同意書の壁に大きな亀裂が入った瞬間だった。先生、私、あいつを許せません。お金を返してほしいし、元の顔に戻したい。何より、あの傲慢な態度を謝らせたいんです。わかりました。やりましょう。彼には法廷で、自分の犯した罪の重さをたっぷりと味わってもらいましょう。神宮寺の力強い言葉に、美咲は希望を感じた。一人じゃない。法律という最強の味方がついている。反撃ののろしは上がった。第8章証拠という名の武器、神宮寺弁護士の指示のもと、美咲は反撃の準備を進めた。まずは客観的な証拠集めだ。神宮寺の紹介で大学病院の形成外科を受診。ベテラン教授は、美咲の鼻を見るなり絶句した。これはひどい。プロテーゼの位置がずれているし、無理なテンションで皮膚が壊死しかけている。骨格のせいなんてありえない。明らかな主義ミスだよ。教授は憤りを隠さず、不適切な施術によるリハイブの変形再建手術が必要と記された詳細な診断書を書いてくれた。これが西園寺の成功だという主張を覆す最強の武器となる。次に、神宮寺は西園寺クリニックに対し、契約の取り消しと損害賠償を請求する内容証明郵便を作成。IC レコーダーの反訳書も添付し、彼がいかにデタラメな説明で契約させたかを突きつけた。準備は整いましたね。事務所で書類を確認しながら神宮寺が言った。美咲さん、明日は直接クリニックに行きます。彼らは内容証明を無視するかもしれませんが、乗り込めば無視できません。はい、正直怖いですが、もう逃げません。美咲はまっすぐに神宮寺を見つめた。その瞳には、かつての怯えはなく、強い意志が宿っていた。当日、美咲は神宮寺と共にクリニックのエレベーターに乗った。数ヶ月前、期待に胸を膨らませて降りたこの場所。今は、戦場へと向かう兵士のような気分だ。受付で、神宮寺が名刺を出すと、受付嬢は慌てふためき奥へ引っ込んだ。しばらくして、不機嫌そうな西園寺が顧問弁護士らしき男を連れて現れた。なんだね。アポなしで営業妨害で警察を呼ぶよ。西園寺は相変わらず高圧的だ。しかし、神宮寺は冷静に告げた。鈴木美咲さんの代理人の神宮寺です。内容証明の件で直接回答をいただきに参りました。回答も何も、その請求には根拠がない。彼女は同意書にサインした。それが全てだ。西園寺は鼻で笑い、美咲の方を見ようともしない。骨格の歪みを私のせいにして、金をゆすり取ろうなんて、浅ましいにも程がある。その言葉に、美咲の拳が震えた。でも、今日は違う。先生、それは違います。美咲は一歩前に出た。私の骨格のせいじゃありません。あなたの失敗です。そして同意書なんて無意味です。だって、あなたは嘘をついて、私にサインさせたんですから。なんだと？
西園寺が顔をしかめた瞬間、神宮寺が IC レコーダーを取り出した。西園寺院長、これを聞いてもまだ同意書が全てと言えますか？第9章傲慢の崩壊。静まり返ったロビーにあの日の西園寺の声が響き渡る。失敗するのは腕の悪い医者がやるからだ。私の辞書に失敗という文字はない。リスクなんて存在しない。絶対安全。私が保証するよ。音声が流れるにつれ、西園寺の顔から余裕が消え失せていく。顔色は青ざめ、額に油汗がにじむ。隣にいた顧問弁護士もと驚愕の表情で西園寺を見ている。これは何かの間違いだ。切り張りしたんじゃないか？往生際悪くしらを切る西園寺に、神宮寺は冷徹に畳みかける。原本もありますし、正門鑑定に出しても構いませんよ。あなたは医師として、絶対に使ってはならない絶対安全という言葉で、リスクはないと虚偽の説明をし、鈴木さんを誤認させ契約させました。これは消費者契約法第4条不実告知及び断定的判断の提供に該当し、契約は取り消せます。つまり、同意書は無効です。そんな、さらに、こちらを、神宮寺は大学病院の診断書を突きつけた。大学教授による診断書です。明らかな施術ミス組織の絵師と断定されています。あなたの骨格の性という主張は、医学的に完全に否定されました。これは民法上の不法行為、医療過誤です。逃げ場を失った西園寺は口をパクパクさせている。顧問弁護士も頭を抱え、院長、こんな発言をしていたんですか？これでは勝ち目はありませんとさじを投げた。鈴木さんの鼻は早急な再建手術が必要です。施術代金の全額返還、修正手術費用、慰謝料、計1000万円を請求します。応じられない場合は直ちに提訴し、この録音と診断書を証拠として提出します。メディアも注目するでしょうね。絶対失敗しないと言っていた有名医師の裁判ですから、メディアだけは、西園寺が悲鳴を上げた。彼にとって金より大切な名声が崩れ去る恐怖にガタガタと震え出す。美咲は震える西園寺を見下ろし、静かに言った。先生、あなたは私を物みたいに扱いました。失敗しても謝りもせず、私のせいにした。それが一番許せなかったんです。人の人生を何だと思ってるんですか？西園寺はその場に崩れ落ちるように膝をついた。申し訳ありませんでした。その姿にかつての意向はなく、ただの哀れな男がそこにいた。美咲の胸の黒い塊がようやく溶けて消えていくのを感じた。第10章を取り戻した笑顔。数ヶ月後、美咲は信頼できる形成外科医の下で修正手術を受けた。癒着した組織を剥がし、自身の軟骨を使った自然な形成が行われた。ギプスが取れた日、美咲は恐る恐る鏡を覗き込んだ。そこには歪みのないすっきりとした鼻をした自分がいた。以前より少しだけ高く、でも自然に顔に馴染んでいる。何より空気が胸いっぱいに吸い込めることがこんなに幸せだなんて。ありがとうございました。美咲は医師の手を握り涙を流した。医師は優しくよく頑張りましたねと微笑んでくれた。西園寺クリニックからは請求通り1000万円が支払われた。西園寺はその後、噂によると閉院し、姿を消したらしい。美咲は新しい職場を見つけ、働き始めた。もうマスクはしていない。休憩時間、同僚と談笑する美咲には自然な笑顔があふれていた。美咲さんって笑うと素敵だよね。同僚の言葉に美咲は照れくさそうに笑った。かつて執着していた完璧な美しさなんてもうどうでもいい。大切なのは自分を大切にできること。そして理不尽なことには N と言える強さを持つこと。仕事帰りとビルのガラスに映る自分の姿を見た。そこには過去の傷を乗り越え、まっすぐ前を見つめる一人の女性が立っていた。今の美咲は自分のことが少しだけ好きになれそうな気がしていた。よし、明日も頑張ろう。美咲は軽やかな足取りで夕暮れの街へと歩き出した。今回の法律 Tips。今回のトラブルのポイントは、医師による絶対安全という説明と同意書の効力についてでした。まず、消費者契約法第4条では、事業者が消費者に対し、将来不確実なこと、手術の結果などについて、断定的判断を提供して契約させた場合、その契約を取り消せると定めています。医療において 100% の成功はありえないため、
絶対に成功するリスクはないと断言することはこれに該当し、たとえ同意書にサインをしていても契約自体を無効にできる可能性が高いのです。また、医師法や判例においても、医師には患者に対し治療のリスクや副作用について適切に説明する義務説明義務があります。この義務を怠り、虚偽の説明で手術を行い、被害が出た場合、不法行為民法第709条として損害賠償請求の対象となります。さらに、いかなる場合も返金に応じない一切の責任を負わないといった消費者に一方的に不利な特約は、消費者契約法第8条、第10条により無効となるケースが多いです。美容医療のトラブルは年々増えています。今日契約すれば安くなる、絶対に綺麗になれるといった甘い言葉に流されず、リスクもしっかり確認し、契約内容は必ず書面で残すようにしましょう。そして万が一トラブルに巻き込まれた際は、泣き寝入りせずに専門家に相談することが大切です。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。